明智が語るソニックキャラクター解説クリス編。よいしょー。どうも明智ピロシキです。サワランプです。お願いします。今回解説していくキャラクターは、クリスです。アニメのキャラクターだ。はい、アニメソニック X のキャラクター紹介まとめみたいなの前やりましたよね。その中でもクリスには触れてるんですけど、今回このクリス単体にフィーチャーしたキャラクター解説動画になってます。ほう、特別待遇。めちゃくちゃ喋ることあるんでね。あ、そうなんだ。はい。彼がどういう人物でどんな活躍をするのか、ソニック X 第1期のストーリー全体をおさらいしながら解説していきたいと思います。なるほど。だからこの動画はソニック X 第1期ストーリー解説みたいな雰囲気もあります。へのでそこも含めてお楽しみください。我々あけたまチャンネルでは他にもソニック関連動画様々上げておりますので、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本編に参りましょう。はい、お願いします。では早速クリスの基本プロフィールから紹介していきます。はい、お願いします。本名クリストファー・ソーンダイク。そう、結構な名前なんだよね。そうだね。で愛称がクリスということですね。ソニック X のオリジナルキャラクターで、実質的な主人公です。ソニックも主人公ではあるんだけど、クリスが物語の中心というか、ドラえもんっていうタイトルだけど主人公のび太くんみたいな感じですね。わかりやすいね。で人間の男の子ですね。見たまんま。で12歳で小学生です。小学校通ってます。でゲームソニックアドベンチャーにも登場する大都市ステーションスクエアのお屋敷に住んでいて、お金持ちのお坊ちゃまなんですね。なるほど。父ネルソンは大手ソフトウェア会社の社長、母リンゼーは大女優ということで、家族がすごい人です。で両親ともに多忙なので、幼い頃からおじいちゃんのチャック、で家政婦のエラ、執事の田中、この3人が親代わりになっていたということですね。なるほどね。それぞれのキャラクターについては過去の動画で解説しているので割愛させていただきます。性格ですけど、少し気弱で自分に自信が持てずにいます。ただ優しさもあって正義感も強く、時に大胆な行動をとる勇敢さも持ってます。親に甘えられない環境で育ったためか、年齢の割に少し大人びているところがあって、常識破りな人物が多いソニック一行の中において、常識人ポジションを担ってたりします。ああ、そうなんね。ツッコミ担当みたいな感じですね。あとこれは目立たない設定なんですけど、一応アニメの中で登場するので紹介しておくと、将来の夢は動物学者ですね。おじいちゃんがメカマニアで、お父さんが IT 系社長なんですけど、自分はメカより動物が好きなんだよね。なるほど。動物学者になろうかなみたいなことを言ってるシーンがちらっとあります。あんまり物語に絡んでこないんですけど、ああ、そうなんだ。好物はコットンキャンディー、綿あめってことなんですけど、これお母さんのリンゼーと電話で会話してる時に、クリスの大好きなコットンキャンディー持って帰るからねみたいな会話をしてるところがあるんですよ。それだけなんですよ、その情報としては。そうなんだ。だからもしかしたらお母さんはなんか昔クリスが綿あめ喜んでくれたから好物だよねみたいなことを言ってるだけの可能性があって、クリスはなんかいやもうそうでもないんだけどなみたいな可能性もあると。なるほどね。母親の中で更新されてない情報の可能性もあるあるですよね。なるね。なるほどね。あと野球チームに所属していた可能性ありと。あ、そうなんだ。いうことで、ソニック X って野球界があるんですけど、その野球界とは別で、部屋に飾ってある写真が見えるシーンがあるんですけど、その中でクリスが野球のユニフォームを着て友達と写ってるっぽい写真があるので、じゃあなんか野球チームに所属してたんじゃないかなっていう推測ができます。なるほどね。よく見てるね。そうなんだ。いや、細かいところを見るのがあけたま動画じゃないですか。さすがだね。はい。なるほどね。ということで、クリスの情報って結構実は少ないんですけど、こういう裏設定みたいなところが実はあったよということですね。なるほど。声優は小林早苗さん、女性の声優なんで、女性キャラクターをやることも多いですけど、少年のキャラクターもやることが多いということで、ソニック X 第1期最終回、および第2期の冒頭、あとはいくつかの回想シーンでは、クリスは18歳に成長した姿で登場します。ああ、そうなんだ。はい。第1期の最後に18歳になった姿をまずちら見せして、で第2期になると18歳になったもっと詳しい話とかが語られるんだけど、そこでは科学者になってるんですね。あれ、さっき動物学者になるって言ってたのに、確かにそうだ。科学者になってるんですよ。これには理由があって、ソニックの世界に行く装置を作ろうとしてるんですね。あ、それで科学者の道を目指したんだ。目指したんですよ。で大学に通っていて、自分の家の研究所を使って研究してるみたいな。いや、さすがだね。
お坊ちゃんだもんね。お坊ちゃんだから。うんで、おじいちゃんもまあメカオタクですから。そうだわ。そう。騒音大工ラボラトリーみたいな。なるほど。そんなところでやってるんですよ。はあはあはあで、まあ、ソニックと会った時にバカにされたくないというか、ちゃんと成長したよっていうところを見せるためか、ミスター田中から空手を習ったりとか、うん。まあ、チャックから飛行機の操縦を教わったりとか、はいはいはいあと社会勉強っていうことで、某ファーストフード店のようなところでほうバイトをしたりとか、へまあいろいろやってんですよ。え。なるほどね。うん。で、友達の一人にヘレンっていう女の子が当時いたんですけど、うんうんそのヘレンっていう女の子も同じ研究所に勤務していて、うん。で、まあちょっとなんかいい感じの仲になっているっていう、自宅の研究所にヘレンも来てたってこと？そういうことですね。あ、なるほどなるほど。うん。でも同僚みたいな感じで一緒に研究してて、個人的にも親密になっているみたいなあ、なんかいいね。そういうロマンスもあるね。感じですね。はいはいもっとそこ詳しくっていうことなんですけど、まあうんうんそうねちらっとだけ出てくる気になるね。感じですね。うん。で、18歳になっているクリスの声優は森田正和さんがほ担当されています。うんうんまあ、しっかりした青年ボイスに声変わりしているとう。いううん。ことですね。なるほどね。はい。以上がクリスの基本プロフィールになります。はい、いただきました。それでは続いて、クリスの活躍について解説していきたいと思います。うん、お願いします。で動画冒頭でも話したんですけど、ソニック X のストーリーを、まあ、振り返りながら解説していければなと思ってまして、うんだからまあダイジェスト形式で、クリスが活躍する主なシーンを中心に話していきたいと思います。うん。結構がっつり解説する感じになるかもしれないですけど。あ、そうなんだ。はい、でも、まあ、クリスの活躍シーン全部を解説するわけじゃなくて、うんストーリーの流れに重要なシーンをピックアップしているので、うん。あれ、あのクリスのシーン解説してくれないのとかもしかしたらあるかもしれないんですけあど、ーうん一応そこはご了承ください。なるほどね。了解です。まあ、クリスがどういうキャラかより理解しやすくなるんじゃないかなと思います。うん。まず第1話ですね。うん。ソニックとの出会い。あ、重要そはい。まあ、ここは最重要ですよ。う。うん。ソニック X のストーリーの冒頭は、カオスコントロールが発生してしまったことによって時空間転移が起こってソニックたちが人間の世界にやってきてしまうっていうところから始まります、うん。でソニックは訳もわからないまま警察と夜のハイウェイで派手に鬼ごっこして、うん。でその最後勢い余ってこう空中にすっ飛んでいくんですね、うん。早すぎるみたいなはいはい。状態ででその勢いでクリスの屋敷のプールに落ちてしまいますはあはで泳げないソニックは、まあ、溺れかけちゃうわけですあ。よああ、そういううわことだ。ーでそこでクリスが助けてくれたんですおねお、これが出会いだ。ここが出会いです。はいはいはい。大丈夫ってソうんニックにさするクリス。うんで、ソニックが大丈夫だって喋れるのみたいな。お当たり前だろって出会い。うんうんうん。ここが出会いですね。で、その後クリスは、まあ、おじいちゃんのチャックと一緒にソニックが他の仲間と合流する手伝いを申し出ます。はいはい。まあ、他の仲間も来ちゃってるらしいぞっていうのが、テレビでわかるんですね。はあテレビにクリーム映ってるじゃんみたいなはんはん。状態になり、で、クリームやテイルス、エミーといった仲間たちと無事に合流していきます。うんまあ、政府がソニックたちを探してるわけですよ。うん。うん。謎の生命体ということで。確かにね。で、警察ともドンパチやりましたから、うん。探してるんですけど、まあ、それをかくまいながら、元の世界に戻るためにカオスエメラルドを再び集めようっていうことになりますうね。ん。で、エッグマンもこっちの世界にやってきていて、はいはい。同じくカオスエメラルドを集めてるんですよ。うんだからまあここの2つの勢力の争奪戦が繰り広げられていくよという話です。なるほどね。で、最初も言ったけど、クリス優しいし、うんまあ、ある程度人間出来上がってるんで、うん。もう本当にソニック助けるよみたいな感じで結構協力的うん。なんですよ。うん。で冒険はまあ初めてなんでちょっと戸惑ってるんですけど、うんやる気満々なおじいちゃんのチャックにこう、まあ、背中を押されるような感じで、うん。まあ、戸惑いながらも冒険に繰り広げられていくというか、うんいう感じですね。なるほどね。でそこからはもう陸海空問わず、まあ、世界中を旅しながらカオスエメラルドを集めていきます。へーテイルスのカオスエメラルドレーダーを頼りになるほど。そういうのがあるんだやっ。ていくんですね。うんうん。で学校の友達とかもちょっとずつまあ協力してくれるようになりながら、まあ、いろんな人と合流していきながらクリスがソニックに助けられたり時に助けたりしながら、まあ、友情を育んでいくと。クリスは学校通いながらカオスエメラルド探しの旅に出かけてるってこと？まあそういうことすごいね、学業の手間に。のかな。そうなんだ。わかりませんけど、うんうんでも第1期前半のクライマックスにあたる第25話の26話ですね、うんここで物語が大きく動きます、まあ、7つのうちの6つまでエメラルドを発見できてソニック、エッグマン、あとはナックルズ、うんまあ、それぞれの勢力がそれぞれ持ってるみたいな状態なんですね。うんうん。でいよいよ残りは1つだってなった時クリスは葛藤するようになります、うんどういう葛藤か。うん。俺はソニックを元の世界に返してあげたいんだけど別れたくないなっていうは寂しいなっていう葛藤なんですよ。あ。はいはいはい。最初こそ困ってるソニックを助けてあげようってまあ純粋に思ってたんだけど、うんやっぱり同じ時を過ごしてうん一緒に冒険して友情が育まれていったので、ちょっと別れたくなくなっちゃってくるんですよ。なるほどね。まあしょうがないよね。まあ魅力的な人物だと思うしね、ソニックがね。うん。まあクリス自身も、まあ、両親が多忙で、まあ、なかなかこう心の拠り所がないというか、ああ、そうか。ちょっとこう寂しい気持ちを持ってたところ、うんまあソニックと出会えたので、うん。やっぱりちょっと思い入れがあるわけですよね。ああ、そうか。うん。うん
まあ、そんな葛藤を抱えてる中、うん。まあ、学校の先生がその様子に気づいて、おう。でクリスをこうちょっと諭してくれるんですね。ほうほう。悩んでるんだね。おう。僕はどうしたらいいんですかことを言ったら、キャンディーをくれて、うん。舐めてみて。キャンディーを舐めるのクリスが。うん。で甘い？この甘さは永遠には続かない。でも甘いっていうことは思い出せるよね。大人になるっていうのはそういうことなんだよ。すごい先生。って言ってくるんですね。何それ。そう。教育者の鏡だ。で、クリスは、まあ、ちょっと納得して、うまあ、一歩進まなきゃいけないんだな、ん。なって、まあ、ソニックを元の世界に返してあげようとういうんふうに思うわけですよ。なるほどね。ずっと続くものはないと。うん自然な形に戻していこうというか。うんそうだね。でもそれを覚えていることはできるだろうっていうところですよね。素敵な話だね。そう、まあ、そういうのもちょっとあったり。なるほど。で、クリスがどうしたかっていうと、うん。まあ、それぞれの勢力がバラバラにエメラルドを持ってしまってるので、どうしようかってなってた時にナックルズが訪ねてくるんですね。うん。で、ナックルズがもう全部を一箇所に集めないか、エッグマンとも交渉してみたいなうん。ことを持ちかけてきて、うん。で、クリスはそれをソニックたちに秘密で許諾するんですよ。ほう。だから、ソニックたちが集めてたエメラルドを勝手に持ち出して、ナックルズと一緒にエッグマンのところに持って行ってう、ん一箇所に集めるんです。おい、報告連絡相談。まあ、一応なんか、お聞き手紙だけ残して、ああ。僕に任せてみたいな。僕僕を信じてみたいな感じで、まあ、心配をかけたくなかったのか、まあ、とにかくことを早く進めようとしたのか、まあ、そういう行動に出るんですね。でもナックルズですよ。まあ、騙されてたわけですよね。怖い、ナックルズ。で、クリスは人質として捕らえられてしまい、エメラルドは6つともエッグマンに奪われて、おい。究極兵器みたいなのが作られてしまい、ソニックもピンチに陥ってしまいます。一番避けたかった展開。一番最悪、いいことが何もないといううわ。状態になっていきます。で、まあ、ソニックがボコボコにされていくわけですよ。あら。もう今までではないぐらいにソニックボコボコにされました。マジで。これはまずいとうん。いう状態で、まあ、ソニックとずっと一緒にいたいと強く願ったクリス。もう返してあげようって思ってやったけど、やっぱり別れたくない。ずっと一緒にいたいんだうん。っていう思いがまあ爆発しまして、エッグマンに捕らえられていたんですけど、メカに。クリスがとんでもない力で、これをバキバキに壊して、で、エメラルドを奪い返すんですよ。ほう。で、まあ、こう守るように抱え込むんですね、エメラルドを。うん。誰にも渡さないぞっつって、ソニックと別れないんだみたいな。はいは頑張るわけですね、クリスは。で、ただそれを傍から見ていたルージュに、い。うん。今度はクリスがエメラルドごとさらわれてしまうんですよ。棚ぼた。はあ。もう本当にカオス状態ですよね。本当だね。まあ、そんな状態の中、うんクリスは、お願い、このエメラルドをソニックに届けてよ。まあ、ボロボロじゃないですか。うん。っていう状態で暴れて、うん。ルージュがうわーってなった時に、うん。まあ、全部エメラルドがこう海に落ちちゃうんですね。あら。でクリスもわーってこう海に落ちそうになるんですけど、はいはいルージュはクリスをちゃんと助けてくれるんですよ。おお。エメラルドではなく、優しい。優しいルージュ。そうなんだ。で、まあ、そのエメラルドが全部海に落ちていく。うん。で、実はその前にソニックが個人的に1個エメラルド最後の1つは見つけてたんですね。だから、くしくも全てのエメラルドが揃うんですよ。なるほど。そうしたことによって、カオスコントロールが発生してしまうんですよ。来た。なんと、は意図しない形で発生してしまって、はいはい。で、同時にスーパーソニックに変身したソニックが、うんその最強のエクマンロボを、まあ、撃破します。なるほど。っていう状態。うん。でもこのままだとカオスコントロールでソニック帰っちゃうわけですよ。そうだね。うん時空間転移がもう意図せず発生しちゃってる状態。っていう状態で、スーパーソニックとクリスがまあ対話するわけですよ。うん。ありがとう、助かったぜ。うん。別れるのは嫌だよ。ずっと一緒にいてよ。僕はソニックがいないと何もできないんだよってこう、タガが外れたようにも、クリスはこう、叫ぶんですね。うん一緒にいてほしい。でもソニックはこう、優しく微笑みながら、ありがとう、クリス。とだけ言ってこう、消えてしまう。涙のクライマックスですよ。なるほどね。ここで第1期前半終了です。はいはいはいエンディングテーマが流れていくんですね。うん。そうしたら、カオスコントロールの結果、なんとですね、ソニックたちが元の世界に帰ったんではなくて、ソニックたちの世界が一部人間の世界にまた転移してきたんですね。はあはあ。エンジェルアイランドがドーンとこうステーションスクエアの近くの海上をこう浮遊して出てきたんですよ。ですよね。二つの世界がくっついちゃったってこと？そういうことです。空間自体が来ちゃったんですよ。なるほどなるほど。っていう衝撃のエンディングで第1期前半の最終回は終わりです。26は終わりです。おい、どうなるんだよ。そういうことこれからどうなるんだよ。はいはい。ってことですね。まあ、クリスにとっては幸運にもソニックとの別れを一旦回避した形になり、まあそうか。まあ、ちょっと問題は保留されたみたいな。はあ。今後どうしようかみたいな感じですね。うんうん。で、そこから第1期後半の話になるんですけど、うん。一旦そのクリスの物語っていうのはちょっと
ストップというか停滞して、うんソニックアドベンチャー1編始まります。ほうほエンジェルアイランドが来た。う。うん。カオスが現れるんですよ。へえ。で、これで、ソニックアドベンチャー1のストーリーをなぞった話が展開しまして、うんここではクリスは、ビッグと一緒に行動していきます。ほうほう。ビッグの物語にクリスがいるよっていう状態ですね。へだからクリス個人的な問題とかにあまりこう絡んでこないというか、うんうんこんな感じですね。で、続いてもソニックアドベンチャー2の話がそのまま連続して続いていきえ。ます。で、ここ結構面白いんだけど、うんソニックアドベンチャー1のラストにステーションスクエアがカオスによって破壊されてしまうんですよ。ほうほう。だからクリスの街がボロボロになっちゃうんです。ああ、そういうことだ。だからそこを復興する間、クリスは別の街に行ってるよっていう体でシティエスケープとかがあるような街に行くんですよ。へえ、なるほどね。めちゃくちゃ辻褄が合うはい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 。感じですね。うん。で、そのソニックアドベンチャー2の物語では、クリスはどちらかというとシャドウ側の物語に強く関わっていきましへて、え。ダークサイドの方にクリスがいるみたいな感じですね。うんうん。で、シャドウと一緒にアークに行って、マリアの話とかを聞いて、うん。でシャドウは本当はいいやつなんじゃないかっていう風に思うわけですよ。ああ。原作では最後シャドウを説得するのはエミーなんですけど、うん。アニメではクリスが説得するように改変をされています。へえ、なるほどね。で、クリスの説得によってシャドウが改心して、うんソニックと一緒に世界を救うという、うん感動のソニックアドベンチャー2のストーリーがなぞられていくわけですね。うんうん。ここに関してはちょっと余談なんですけど、うんエミーの最大の見せ場を奪うんじゃねえよっつって、あこう原作ファンからは結構賛否あるシーンなんですあ、よ。そうなんだ。なんでお前がやるんだようんうん。感じなんですけど、うん明智個人的にはエミーってシャドウとあんま接点がないんですね。ゲームでもアニメでも。うん。だからそのエミーがシャドウを説得するっていうのは、うんそのエミーの本当のマンパワーというか、うん。エミーってこういうキャラだよねっていうことで納得するしかないんですけど、うん。アニメだとクリスは一回シャドウに命を救われるんですね。ほうほう。で、マリアとの過去の話も直接聞いてるんですよ。ああ。だからシャドウは復讐の道具じゃないよねっていう風に思って説得するのは結構納得がいくというか、なるほど。そのシャドウを説得する人物としてかなり適切な人選ではあるうん。ので、一応このアレンジは明智的にはありだよねっていう感じです。なるほどね。はい納得のいく回収ではあったということだ。そうですねまあ、ただ原作ファンとしてはエミーのセリフを奪われて、なんでクリスがっていうことはあると。そうだね。なるほど、なるほど。っていうシーンがあって、これも激アツのシーンですね。うん。ここからちょっとペース早めに行くんですけど、うんソニックアドベンチャー2でも、ラストスーパーソニックになるわけですよね。うん。そこでカオスコントロールまた発生するんですよ。はあ、はいははい。でそうしたら、またソニックの世界からの来訪者が増えていきます。い。うん。ここでクリームのお母さんのバニラ登場したり、おー。フリッキーたちが登場したり、はい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 。カオテクスの3人が登場したり、おキャラクターどんどん増えていく。ー。続々と。うんうんで、賑やかになっていくんですけど、うん。政府としてはもう放っておけなくなってくるんですよ。もうめちゃくちゃだよね。どうすんだと。だうん。いう状態になってクリスたちをちょっと呼び出して、うんいろいろヒアリングとかするんですけど、はいはいどうしようか今後みたいな風になっていくんですけど、解決策は見つからず。うん。で、クリスはもう共存しようよっていう風に思ってるわけ。うん。もうこのままでいいじゃん。うん。もうずっとソニックたちと一緒でもいいんじゃない？世界も融合してきているし、うんナックルズもマスターエメラルドこっちにあるからいいかみたいななってるんですよ。あ、そうなんだ。そう、最初はマスターエメラルドのとこに戻るために帰ることに積極的だったんだけど、うんもうマスターエメラルドこっちにあるし、別に帰らなくても一旦いいかみたいな状態になっちゃってる。うんっていうことで結構停滞していくんですね、話が。うん。なるほど。で、そんな中、そのかのエクリプスキャノンによって壊れてしまった月、これをエッグマンが修復するんですね。へえ。ゲームにはない展開なんですけど。おー。このエッグマンが月を修復したことによって、エッグムーン事件っていうのが発生したりだとか、ほうほう。それによって投獄されたエッグマンが、獄中でも悪事を働いていく家電暴走事件とか、ああ、なんかいろんな事件。いろんな事件が発生していくんですけど、その家電暴走事件は結構、ソーン大工家の絆にフォーカスされている話で、へークリスも結構活躍するんですけど、うんちょっとここは詳細省かせてください。うん。あとはソニックバトル編ですね。ほゲームソニックバトルをイメージした話で、エメルとかも登場するんですけう。ど、うん。でも全然ストーリーはゲームとは違くて、うん武道大会が開かれるっていう。へえ。で、なんかキャラクター総出演でクリスも出場したりして、ほう。ちょっとなんかコミカルに戦いが繰り広げられていくっていう話とかもあります。ほうほう。そういった話を挟んで、いよいよ第1期後半の最終章です。うん。ソニック X 地上波放送時の最終章ですね。うん49話から52話がそれに当たるんですけど、うん。うん。 49話冒頭でクリスの家に学者を名乗る人が現れて、うん。今大変なことが起きていますと報告してきます。大変なことっていうのが、2つの世界が融合してしまったことによって、うん時間が停滞化してしまうという、え時間停滞化現象なるものが発生しているという報告がされるんですね。ほうほう。このままいくと両方とも滅びる。ええ。ちょっとバランスが崩れ始めちゃったよああ。っていう話です。ほうほうちょっとこれ詳しく説明されてないんでう、んそういうもんなんだなと思ってください。あ、なるほどなるほど。あまりなんか学術的に説明されないんで、そういうことだそういうもんなんだなと思ってください。どっちの世界もちょっと危ないとか、
そうこのままだとどっちの世界にとっても良くないことが起こるから、やっぱり元に戻すしかないよねっていうことになっています。なるほどね。今まで保留していた、見て見ぬふりをしていた問いに立ち返るんですよ。ソニックを返すのかどうかっていう話です。で、それを行うにはもうカオスコントロールを発生させて、ちゃんと元の世界にソニックたちを戻そうね。で、世界を分離させようねっていう話になります。クリス、ショックを受けるわけですよ。まあそうね。やっぱりかと。ソニックと別れなきゃいけないんだ。ショックを受けて、家族たちに説得されるんですね。始まりがあれば終わりもある。クリス、お前なりによく考えるんだ。チャックに諭されたりするんですけど、聞きたくないよ、そんなこと飛び出しちゃうんですね、クリスは。で、エッグマンの仕業なんじゃないかって思って、エッグマンのところに向かっていくんですよ。クリスは。これは、エッグマンが企んでいることなんだと。エッグマン最近いろんな事件を起こしてましたからね。そう考えたいわけですよ。なるほど。現実逃避というか、何かアリバイが欲しい。で、家を飛び出してエッグマンの元に向かうんですね。ただ、エッグマンから無関係であると告げられてしまいます。いろんな事件は起こしているものの、世界の滅亡に関してはエッグマン絡んでないよと。残酷な現実ですよ。あろうこと甘ったれるなと説教までされてしまうんですね。エッグマンから。この説教のシーンがすごく熱いシーンなんで、エッグマンってなるんで、それで説教されたことによってもう何も言い返せなくなるんです、クリスは。そうなんですね。図星すぎて、そのシーンのクリスの顔もいいんですけどね、何も言い返せないっていうシーンが結構長尺で描かれるんですけど、激アツなシーンだね。で、まあちょっと離れていって、でエッグマンの手下のデコボコたちもちょっとクリスを追いかけようとするんだけど、そっとしてあげなさいっつって、人格者だな、エッグマンは。やるわけですよ。で、現実と向き合うクリスで、家に帰るんですね。親たちは心配してたんですけど、家に帰るクリス、よく帰ってきてくれたと。で、ソニックを元の世界に返してあげようで、50話になるわけです。次の話ですね。で、ソニックと別れの日がやってきた。で、みんな清掃してちゃんと着飾ってお別れ会みたいな感じでやるわけですよ。で、テイルスとチャックはカオスエメラルドは全部集めきれてはないんだけれども、帰るための装置を作るんです。ゲートみたいなのを作って、今あるパワーでなんとかやろうっていうことで準備していくんですけど、ちょっとパワーが足りなかったりしてトラブるんですよ。ただソニックがカオスエメラルドを取ってきてくれたりとか、エッグマンからなんか謎の装置をもらってきていて、エッグマンのやつみたいな感じでエッグマンの協力を得たりとか、なんとアークからレーザーが発射されてそのエネルギーを転換できたりとか、すごい。誰がやってくれたんだろう。シャドウとマリアの影が出てくるとか、すごいいうことでですね、なんとか帰れそうだという。で、まあ一人ずつこうお別れしながら、みんなそれぞれゆかりのある人物とお別れしながら涙のお別れですよ。それを見てるクリスは泣いてないんですね。仲良しのみんなが泣きながらお別れしてるんですけど、泣かないんですよ、クリスは。ちょっと気丈に振る舞おうとして、僕もできるだろうか、ソニックにありがとう、さよならって言えるだろうか、覚悟を決めている。で、いよいよソニックが帰っていくシーンで、こうクリスがソニック呼び止めて、今までありがとう、さよならみたいなサムズアップし合ったりして、ソニックをクリスみたいな感じでサムズアップするわけだけど、心の声が漏れ出るんですね。嫌だ、ありがとうソニック、嫌だ、さよなら、嫌だなって、ソニックが帰っていく瞬間、クリスは装置のパワーボタンを押してしまうんですよ。で、こうゲートがブーンって閉じてしまって、クリス、さあ50話終了です。止めちゃったんですよ。みんなの力でなんとか起動していた、ギリギリつなぎ止めた最後の希望止めちゃうんですね。やってくれたな、おい。もうこれで帰れない。51話なるわけですけど、ソニックだけ取り残されてる状態。ソニックだけ取り残されて、全員帰ったんで、ソニックだけ。で、まあ第51話、次の話ですよ。ここめっちゃ丁寧に喋ってるんで、どんな時間かかるか分かんないんだけど、やらせてください。で、クリスはですね、その場を離れるんですよ。ソニックの手を引いて、逃避行が始まります。2人の。で、ソニックは最初戸惑ったような顔をしてるんだけど、ちょっとこう微笑みながら、今度はクリスをこう先導して走るんですね。最初はクリスが前を走ったら、でもソニックはちょっとこう何かを察したように笑顔になって走り出すんですよ。クリスを。すごい適応力。で、まあみんなこう呆然とするわけですけど、家族たちは。で、クリスももう当てもなくさまようんですね。いろんな街を。どこに行こうかな。クリスが行きたいところに行けばいいだろう。みたいな感じでこう、さまよっていくんですよ。で、クリスの父親、母親はお金持ってますから、警察とか軍とか総動員で出してくるんで、テレビとかでももう放送されてて。で、クリスはもう、その追っ手をかいくぐりながら、とにかくいろんなところに行く。大事だよね。で、パパもママも僕がどこに行くかなんて分かりっこないんだ。とにかくもう山の方とかに行くんですね。で、最後行ったのが、クリスが過去にその両親とひと夏だけ一緒に過ごした別荘っていうのがある。で、そこに行くんですよ。夜ソニックと焚き火をするんですよ。部屋は入れなくて、別荘の中鍵がかかっちゃって腐ってて入れないから、夜キャンプで過ごそうっていうことになって、焚き火をするんです。ただクリスは衝動的にソニックを連れ出したものの、どうしたらいいか分かんないんですよ。
まあそうだよな。ソニック帰れなくなっちゃったし、うんでソニックは全然怒らない、なんでなんだ、もやもやした気持ちの中、焚き火で2人で語り合います、ソニックは帰らなくていいの？俺はどっちでもいいんだ。こう遅いかひょうひょうとしてんの。さすがだな。でクリスが僕が帰らないでいいって言ったらソニックは帰らないのって聞いたら、クリスがそう望むならお前は俺の命の恩人だからなっていうわけ。プールで助けられてるからね。でもクリスはその言葉にちょっとショックを受けるのね。命の恩人だから僕と一緒にいるの？なんか義務だったの？友情じゃなくてって言って、ちょっとこうなんか怒るんだよ。友情があると思ってたのに助けられたっていう恩があるから一緒にいてくれただけなのっていうことで、ちょっとクリス的にはショックだったりするね。メンヘラすぎない？そうちょっとメンヘラっぽいことをするんですよ。でちょっとソニックも戸惑っちゃう。みたいな、クリスみたいな感じになって、でもなんかまあクリスはちょっと悩んでんだなってことを察したソニックは、友情っていうのは自由なんだぜ。まあ友情は自由っていうのはとにかく俺は自由に生きてる結果お前と一緒にいる、だからお前も自由に決めたらいいよ。俺と一緒にいたいってもんなら俺と一緒にいたいって言えばいいし、そうじゃないんだったらそうすればいいし、もうとにかくお前が自由にそうしたいと思うことをやればいいんだよみたいなことを言うんです。なるほどね。でクリスはその言葉を受けて、僕に自由でいろって言うんだったらソニックも自由じゃないとお互い平等な友情じゃないよねっていう結論になる。まあまあそうね。でクリスはこの旅を通してソニックがあんまり自由にできてなかったな、僕が縛っちゃってるなっていうことをこうなんとなく自覚してた。それじゃあ自由な友情じゃないよねっていうことは、ソニックが求めてる友情を壊してるのは僕だってなるわけ。そうソニックは義務でやってるのみたいな感じでちょっとソニックの友情を疑って責めたものの、いや本当に友情を壊してるのってソニックをこうやって縛り付けている僕の方なんじゃないのかってことを責め始めて、で別れるしかないよなみたいな感じになってくる。ソニックの言葉を受けてちょっとクリスの中でも思い直すというか、ただ踏ん切りつかない感じなんだけどね。ソニックと別れたら僕は何もできないんだよで最後こう泣くわけ。でもソニックはそんなことないだろ、お前はあの真夜中プールに飛び込んで俺を助けてくれたじゃないか、ってこう優しい言葉をかけて、クリス月を見てみろよ、あの月こっちの世界から見てもあっちの世界から見ても同じなんだぜって言ってそのシーンは終わるんです。でクリスの家族たちは捜索を続けていたんだけど、最後チャックがその取り乱す父と母にお前らならクリスがどこにいるか分かるだろってこう説教をして、軍とか警察に頼らずに、ちゃんと考えてお父さんとお母さんはその別荘にちゃんと来るんですよ。ここにいるはずだ。なるほど、家族で一緒に過ごしたあそこだったら夜も眠れるし、クリスあそこに行くんじゃないかってことだと思うんですよ。ちょっと明言されてないんですけど、でもちゃんとクリスがいたんですよ。クリスったら一人で佇んでるクリスがいて、こう振り返ってニコでして51は終了です。ソニックは？はい、ソニックもういないんですね。はい、ということでクリスの物語もほぼここで終わってるような感じなんです。52話はソニック側の話です。なるほど。ソニックがいない世界、ナックルズたちはソニックの世界に帰ったけどソニックがいない。でどういう風に過ごしてたのかでソニックが帰ってきたっていう話なんですよ、52話は。なるほどね。基本的にそうなんですけど、でも最後の最後クリスが回想するシーンがあって、その最後の別れのシーン、ソニックとクリスの別れのシーンに戻ります。なるほど。その月は一緒なんだぜの後のシーンですね。どうして別れたのか、どういう風に別れたのかっていうシーンなんですけど、ソニックが周りにカオスエメラルドをまとい始めるんですね。いや持ってたんだ全部。ソニックも全部持ってたんですよ。実はもうカオスエメラルドを全部集めきってたんですよ、ソニック実は。いつでも帰れる状態だったんだ。いつでも帰れる状態だった。でそれをクリスは悟るんです。ソニックがもう全部持ってたんだ。そうだよね、ソニックなら集めるのもう簡単だもんね。じゃあ僕のわがままに最後付き合ってくれたんだ、ありがとう。でソニックが何も言わずにこう近づいてきて、飛ばすぜっつってクリスをこう背負ってバッて走り出すんですね。最後にソニックと同じ景色をクリスに見せて、2人で涙して終わります。ソニック X 対終了です。これで終わるんだ。そうなんですよ。ということでして、いろいろ話してきたんですけど。なるほどね。面白いね。ちょっともうね、感極まっちゃう感じはありますけど、ちょっとぼやかされてますけど、そのクリスは最後ソニックと一緒に走ってでいろいろなことを思いを馳せながら別れを受け入れたっていうような感じですよね。ちょっと不可抗力ではあるものの、ソニックが帰らないと世界も停滞しちゃうし、ソニックにとっても良くないよねっていうことも理解してるし、クリスの中ではその自由な友情を実現させるためにはソニックも自由な世界に帰るべきだっていう風に最終的に解釈というか納得をして別れたっていうシーンですよね。そういう物語なんですよ。なるほどね。でちょっと余談になるんですけど、アニメの放送時クリスのクライマックスシーンではなぜか
小田和正、オフコースの小田和正ご存知ですかね、もちろん。名曲が BGM として流れていたっていうことなんですよ。オフコースのオフコースの名曲が第1期前半のクライマックス26話のスーパーソニックに変身するシーンでは言葉にできない流れてます。言葉にできないだ。ラララララ、名曲だね。言葉にできない流れてるんですよ。使われてんの？使われてます。何その演出？謎すぎますね。本当に謎。で、52話、これ第1期最終回ですね。このラストシーン、この今のソニックとのやりとりのシーンですね。緑の日々っていう曲が流れてて、これめちゃくちゃマイナーな曲らしいです。オフコースマニアじゃないとわからない。あ、でもオフコースなんだ。緑の日々、はい、流れてるんです。でクリスのシーンではないんですけど、同じく52話でソニックがエミーと再会するシーンでも、夏の日っていう曲が使われていて、オフコースの曲全部で3曲使われるんですけど、何このオフコース祭り、ね、いきなりソニックと無関係の曲が流れて、放送当時の明けちゃパニックというか戸惑いですよ。そうなるよね、ちょっと入り込んでたのにあれみたいな感じで、当時なんか CM とかでも流れてたんで、あれじゃんねみたいな感じになっていまだに誰がどうしてこの曲を採用したのかっていうのは明かされてないんです。あ、そうなの、何これ謎なんですけど、でも歌詞がクリスの心情とリンクするような形になっていて、この曲の展開とアニメのそのシーンチェンジとかもすごく巧妙にちゃんと作られていて、スタッフになんか並々ならぬこだわりがあったんだろうと。もうこのシーンではこの曲っしょみたいなことがあったんじゃないかということで、もう残念ながら DVD とか、ほとんどの VOD では BGM 別のものに差し替えられてるんです。あれそうなんだ。権利の関係かなということで、オフコースバージョンのやつ見られなくなってるんですよ。ネットで調べたりすると UNEXT だけは当時のままオフコースバージョンが見れるという情報があって、ちょっとあげちゃ UNEXT 加入してないんで未確認なんですけど、D アニメとか Netflix とかアマプラとか他見れるやつでは差し替え版になってます。本当になんか当時のやつ見られるのは UNEXT だけらしい。なるほど。確かな情報じゃなくて申し訳ないんですけど、気になるね。オフコースのね楽曲自体は音楽サブスクとかで配信されてますから、興味ある方はクリスにちょっと思いを重ねながら聴いてみると面白いんじゃないかなと。いや、いきなり小田さんの声出てきたら面食らうけどね。で続いて第2期ですね。正直第2期は過去に出した動画、ソニック X 概要紹介みたいな動画でもやりましたけど、地上波放送されてなかったっていうちょっと特殊な事情もあり、で主人公も、クリス出てくるんだけど、どっちかっていうとテイルスとかコスモっていうキャラクターが主人公なので、クリスの物語っていうのはあまりメインでは扱われないんですけど、一応こっちについても少し解説しておきます。18歳に成長して科学者になったクリスは、ソニックの世界に行くための装置を作ってるんですけど、でそれをテストしようっていう、もうテスト直前みたいな状態なんですよ。ただ突然ですね、風が吹いてきて、クリスが研究室の窓に飾っていたソニックとの写真、思い出の写真みたいなのがこう床に落ちるんですよ。あれなんかこうなんかバキンって割れるんですよ。不吉だね。ちょっと不吉な予感を感じたクリスは、計画を前倒しにして、装置を勝手にもう起動して自分一人でソニックの世界に行っちゃうんですよ。もう本当はテストしなきゃいけなくて、行けるかどうかも定かじゃないから、でみんなで行こうとしてた。その友達とか家族とかみんなで行こうとしてたのに行っちゃうんです、一人で。相変わらず報告連絡相談が動いてねえな。ないんですよね。そう、それでちょっと家族とかパニクるんですけど、行っちゃうと。でしかもなんとかソニックの世界にたどり着くんですけど、本当にラッキー。ただ何かエラーが起きてたのか、これも謎なんですけど、体が18歳から12歳に縮んじゃうっていう、謎の作用。アクシデント。一応記憶はあるし、その頭脳的にも18歳なんだけど、体は12歳っていう状態でソニックたちに再会します。で久しぶりってなって、全然変わんないねみたいなことを言われるんだけど、いやあっちで6年経ってるんだよみたいな、ソニックたちの世界では実は時間の流れが違くて半年ぐらいしか経ってなかったんです。なるほど。でソニックの世界はソニックの世界で大変なことになっていて、メタレックスっていう機械生命体がいるんですけど、これが宇宙を滅ぼそうとしているんだっていうことをコスモっていうキャラクターがソニックたちに教えてくれて、じゃあ世界を守るために冒険に出かけようぜっていうのが話のメインなので、クリスはそれに協力する立場です。なるほど。ただクリスは準備してましたよね。いろんな、空手を習ったり、勉強取ったりとかして準備してたんで、ようやくソニックたちと一緒に役に立てると。なるほど。ということで結構ワクワクしながら一緒に冒険に出て、でテイルスと一緒にこうメカニックとしても活躍していく。で冒険の中で、もう気持ちが流行りすぎて、ソニックのことは僕が守るんだみたいな感じでちょっと調子乗る時があって18歳だからで言うてもそうか。で機械の操縦とかもするものの、実はうまくいかなかったりとか、メタレックスっていう敵があまりにも強すぎて、空手が全然通用しなくてへこんだりとか、結局何もできてないみたいな落ち込むんです。シャシャルもののそうか、あんまり結果実らず、ただ回想するんですね。自分が18歳だった時何をしてたんだろうみたいなことで回想した時に、こうヘレンと一緒にカフェで
過ごしてる時にメモを取ってるんですよ、クリスが。ソニックを助けるためのいろんなアイテムなんですね。磁力バリアとか開発してるんですよ。開発メモを作ってるんです。はいはいはい。でそれを思い出して、これはやれるだろうと。うじうじしててもしょうがない、やれることをやるんだっつってこういろんなアイテムを開発して、ソニックのグラインドシューズとかシャドウの靴みたいなホバーシューズとか、いろんなソニックのパワーアップシューズを開発したりして貢献していくんですよ。科学者としてね、役に立っていくっていう道で、フィジカル面とかではもう役に立たないけど、僕にもできることあるよねっていうことで独自の活躍をしていきます。なるほど。成長してますよね。確かにね。でも本当に精神的にも大きく成長していて、逆にその第2期の主人公であるコスモっていうのがすごく精神的に未熟なんですけど、コスモを守ったり、先導したりして、昔の僕を見てるみたいだつって、その話はまた今度してあげるねみたいな感じでまあなんかお兄さんぶったりして、なるほど。で67話ブラックトラップっていう話があるんですけど、この話のクリスの活躍、目を見張るものがあるので、もうぜひこれは見てほしい。ダークソニックが登場する話なんですけどね、クリスの活躍がすごいので、それも注目してください。そうなんだ。12歳に戻ってるんで、声優も小林さんに戻ってるんですけど、なるほど。めちゃくちゃ口調が落ち着いた感じになっていて、子供じみてないんですよ全然。声のトーンがすごい大人びてて、この演技も注目ですね。なるほどね。第1期クリスと第2期クリス全然違うんで、声帯は12歳に戻ってるけど、内面は18のままだもんね。その表現がすごい。ということでちょっと見てほしいですね。面白そう。で第2期もクライマックス、メタレックスの最終決戦になるんですけど、もういろんな攻撃が歯が立たないなった時に最後の希望としてマスターエメラルドを使おうってことになるんですけど、このマスターエメラルドは実はクリスが帰るために必要だったんですよ。クリスはマスターエメラルドのパワーを使ってなんとかこっちの世界に来たみたいな説明がされてて、帰るためにもマスターエメラルド必要なんですね。なるほど。ただマスターエメラルドを犠牲にしないと倒せないみたいな話になって、どうするとなる。ただクリスは、僕はソニックたちの役に立つためにここに来たんだ、ここで諦めたら絶対後悔するからお願いします、エッグマンに、その時エッグマンも仲間なんですけど、頼んで、マスターエメラルドを使って一矢報いると。自分は帰れなくなるかもしれないけど、そこはもうマスターエメラルドのエネルギーを使って悪に立ち向かうことを選んだ。で最終回になるんですけど、クリス帰れなくなっちゃったからどうしようかみたいな状態になって、家でも建てようかなはははみたいなことをやってるんですけど、そっちで暮らすこともちょっと覚悟し始めてるわけだね。なんかエッグマンから手紙が届きます。手紙とか書くんだエッグマンって。メッセンジャーローがボックンだっけ。届けてくれたって感じですね。で行くんですね。そしたらなんとエッグマンさっさと帰れくん1号というクリスを元の世界に返すための装置作ってたんですよ。すごっ。何それ。やってたんですね。さすがだな。それを使えば帰れるの。帰れる。すげえ。片道しかないけど、でしかも無事に帰れる保証はないけど、ちょっと怖いね。作っといたぞと。それ聞くと怖いけどね。この体も元に戻るか分かんないよと。マスターエメラルドもなくなっちゃってるし大丈夫かいみたいなこと言うんだけど、クリスはもう、いやあなたの機械を信じますと。爆薬を信じちゃってどうすんだよバカーってこう僕に言われるんだけどいや大丈夫ですと。なんでそこまでしてくれるんですかって言った時にエッグマンが、いや面白そうだからやったんでっていうんだ。ここなんかソニックっぽいよね。だね。面白いからやってるだけで、お前がどうなるっていうのは全然もう気にしないんだ。作ったら面白そうだからやってでしかももうあと3分しかないと。あと3分後に出発しないと巡り合わせがずれちゃう。なんかタイミングがあるんだ。帰れなくなるからあと3分しかない。どうすると。ソニックたちにお別れ言ってないだろ、どうするお前は。いや帰りますと。でまたここに帰ってくるんでって言ってこう乗り込むんですね。なるほどね。今度はまた自分の力で安定してソニックの世界に渡ってくるから、一旦ここはエッグマンの力を信用して帰りますという選択をするわけだ。で帰ってっていう熱いね。第2期終了ですね。なるほど。そういうことでめちゃくちゃ長くなったけれども、いや面白い。ソニック X の全ての重要なストーリークリスを中心に振り返りましたと。ありがとうございます。いうことでやりきったね。いやなんか俺もう一本アニメ見たみたいな気持ちだもん今。全部見たかなみたいな。いやどうでしたか。面白いね。そうなんだ。クリスを中心にってことでね、もちろん語られてないシーンとかもたくさんあると思うんだけど、クリス中心で物語を見ただけでもすごい濃密な内容になってるなっていうのはすごく感じたね。いやーよかったですね。ちょっと俺の熱もこもってたんで、なんかもうエモーショナルな感じになってたと思うんですけど、面白かった。本当にアニメで見るともっとねすごいね音楽ともね合わさっていい。そうなんだ。ぜひ見てほしいということなんですけど、このクリスというキャラクター、中心に見ていったんで、結構解像度上がったと思うんですけど、結構クリスに対しての印象どんな感じですか。今全部ざーっと聞いてみて。そうっすね。本当に率直な意見を聞きたいんですけど。
最終的にはね、立派な科学者になるし、その自己成長みたいなものをね、自他ともに認められるようなことで、エッグマンともこうね、気持ち通じて大人になっていくのかなっていうところは感じながらも、やっぱこの第1期終盤のメンヘラ具合みたいなところはちょっと気になりながら、そういうところも乗り越えて成長したのかなみたいな感じはありながら、結構前半不安定でしたよね。そうだね。そこはなんかツッコミを我慢しながら、明けっぴの話を聞いてたとか、率直なところはね、あるんですけど。なるほどね。なので、ベースにメンヘラあるんだろうなと思いながら、そういうのも含めて成長したやつなのかな、アニメ見てみないと分かんないかなみたいな感じです。好きか嫌いかで言うとどうですかね。これはだからフェーズによって分かれるのかな。第1期は嫌いでした、正直。なんか勝手に止めちゃってるし、そうしたらもそうだよね。ほうれん草もしてくれないし、なんか勝手なやつだなっていう、嫌い寄りでしたね。なるほど。いいっすね。いや、ありがとうございます。明智もですね、当時は第2期って見てなくて、第1期だけしかないじゃないですか。なんで、ここまでの解像度で分かってなかったっていうのもあったんですけど、第1期はやっぱ嫌いなんですよね。同じなんだね。第1期結構勝手してませんか？そう、第2期まで話を聞くと、成長したんだね。で、過程があったから成長したんだねって納得するんですけど、第1期だけ聞くとやっぱ、なんか、うじうじしてんな、こいつというか。率直なとこそうっすよね。なんか最終的なそのソニックとの別れもちょっともやっとするというか、別れはしたものの、なんかその、期待する成長の仕方ではなさそうだなというか、だってみんなもう早めに別れ受け入れてたじゃないですか。そうですね。でもクリスはそれを別れ受け入れられなくて、で勝手しちゃうみたいなところが、結構、うざポイントなのかなって言ったね、うざいっていうかね、思ってるんですよね。確かに。全体を見ると変わってくるっていうのはもちろんあると思うんですけどね。だから第2期とかのかっこよさを見ると、やっぱクリスかっこいいなってなるし、やっぱ細かく見ていくといいところもあるんですけど、第一印象うざっていう感じは正直あったんですよ。よかった。こんだけ熱く語ってもらったからさ、ちょっと俺の率直な意見で、このクリス解説台無しにするかもと思ったんですけど。そんなことないです。気持ち同じですよね。気持ち同じです。結構勝手なやつですよね。勝手なやつなんですよ。ということで、そのクリスって世間からどう思われてるのかっていうのが気になって、実はX ですね。ソニック X の話してて X っていうのややこしいです。なるほど。ツイッターですね。で、アンケートを取ったんです、実は。ソニック X のクリスについてどう思いますか？アンケート。気になる。好き。どちらかというと好き。どちらかというと嫌い。嫌い。4項目。アンケートしたら、8割ぐらいは好きだったんですね。そうなんだ。そうなんだと思う。確かにでも嫌いって思ってる人もいて、そのどの程度ソニック X を知ってるのか、第1期、第2期全部知ってるのか、第1期だけ知ってるのか、細かくは全部知らないのかっていうのも分かんないんですけど、好き寄りが多かった。なるほど。結果を受けて、嫌いな人って少数派なんだとはちょっと思った。で面白いのが実は海外では結構クリスって嫌われキャラとして名前が上がることが多いんです。みんながみんなそうではないんだけど、ね。ということでクリスに対しての印象って結構国によっても違うし、人によっても違うしっていうところで、そういうなんか誰もに好かれるキャラではないっていうところもクリスの一個の特徴なんですよ。今回ね、明智がかなり熱く語っちゃってるんで、ちょっと感動的な方向には持ってってるんですけど、でしかもクリスの活躍するシーンばっかりだからね。確かに。ではあるものの、話全体流れ聞いて皆さんがどう感じたかなっていうのはちょっと気になるところですね。クリスやっぱ好きだよねっていう人もいるし、あんまり気に入らなかったなっていう人もいると思うんで、その辺はちょっとコメントとかで教えてもらえるといいなと思ってます。確かに確かに。ということでですね、本当に長々と、もうこれはクリス解説だったのかどうかすらちょっとよくわかんない感じになったんですけれども、実はですね、この後クリス考察という動画をさらにやろうと思ってまして、この動画とは別で考察編思ってます。クリスに関しては語ることが多すぎるので、ちょっとそれをやろうと思ってまして、この動画を踏まえて見てほしいなと思ってますので、ちょっと今回こんなぐらいのボリュームになってしまったんですけど、楽しんでもらえたならよかったなと思います。この動画もすげえ面白かったし、これを経ての次の考察編、一体どんなトークが展開されるのか結構気になりますね。楽しみにしてください。シャドウ解説とかってありましたけど、あれってシャドウ解説をベースに喋って、その後考察で結構がっつり明智の持論みたいなの喋ってたじゃないですか。ちょっとそんなイメージであったんですよ。そういうことですね。おい、これは激アツな持論が展開されるんじゃねえのかよ。お待ちいただければと思います。そんなに間は空かないんじゃないかなと思って、本当に重たい動画になってるんで、なるほど。これから収録体力持つかわからないというちょっといささか不安もございますが、楽しみにしていただければなと思います。了解です。今回の動画もいいなと思った方は高評価、チャンネル登録していただければ幸いです。コメントもぜひお願いします。じゃあ締めナイスお願いします。ご視聴いただきましてありがとうございます。次回もよろしく。